はい、そうですね。このミネストローネの話、これ実際あれなんですよ。NHK の朝一っていう情報番組の中でやってるんです。あ、そうなんですね。はい。だから本当にその動画はもうちょっとね今残ってるのかどうかはもう分かんないし、なんか有料の多分 NHK のチャンネルでちょっと探さないと見れないのかもしれないんですけど、本当にそのカメラさんでありその時のディレクターさんがもうすごくいい絵だったっていうぐらい、女の子はもう本当に野菜嫌いの子たちをお母さんとお子さんを、NHK のその何かあれで、集められて、でそれで実際切れる包丁と切れない包丁で同じ料理を作って食べてもらって、その時にも本気でやっぱり野菜が嫌いな子たちが集まっていって、で女の子が本当にミネストローネ食べた時に二度見をするっていうこの取れ高はすごいみたいなもうなんか絵に描いたような二度見みたいな。でもううちの娘が野菜を食べてるぐらいの感じですごいお母さんも驚いてくださって、嬉しいですよね。それは本当に嬉しい。それだけ違いを感じてもらえるっていうのは、そうですね。やっぱりその切れ味が良くなればなるほどやっぱり悪く言うと個性がちょっとなくなる傾向にあったりもするんだけども、そのやっぱり切れないことによってやっぱりね雑味と言われるネガティブな要素、苦いとか酸っぱいとか辛いとか、そういったものがすごく出てしまって、野菜が嫌いな子たちっていうのはそこをすごく敏感に取っているんじゃないかなと思うので、そういう意味でね切れることによってもしかすると野菜嫌いが治ったりとかするっていうふうに考えると、すごくね切れ味っていうものにちょっと着目していただくっていうのが一つ面白いんじゃないかなと。なんか新たな試みで切れ味で野菜嫌いをなくそう。そうね。でもその一時最近もちょっと少なくなったけども、小学校とかの給食の、お姉様方に、そういう理論であったりロジックとか、その解く意味っていうのを教えさせていただくっていう仕事は一時教会でやってたりとか、してましたね。なので、そういうところでねやっぱり関心を持っていただく方々もいらっしゃるので、すごいですね。でもこうやってなんかこういろいろ YouTube やっててコメントが来るっていうのがもうすごいやっぱその藤原さんの見て勉強してる方がすごいいるんだなっていうのをすごい感じます。ありがたいお話でねでも本当にもう途中から数えるのやめちゃったけども、多分もうその受講者は2000人は多分超えてるはずなんだよね、単純計算でもね。なので本当に多くの方々と関わらせていただいたし、その本当に押し付けるつもりは全くなくて、やっぱり選択肢であり情報でしかないもので、やるやらないっていうのをね、そのやってみてダメな人もいるだろうし、そもそもねやっぱり必要ないと思われる方もいると思うんだけども、やっぱりね知っていただいて何かねやっていただいた先に、変わってね大きく何か変化があったと思っていただけるんであればすごいねありがたいなと思うね。僕もすごい勉強させてもらってるんで常になんか面白い、すごい面白いなっていうお話ばっかりで。よかった。めちゃくちゃなんか勉強になってます。本当に。でもね、いろんな可能性があって、でも本当に先人たちが伝えたかったことってなんかこういうことなのかなってちょっとね思うと、なんかちょっとね社会貢献できてるのかなってちょっと思うかな。